始めちゃいます。よろしくお願いします。イグラムと言います。パソコンで音楽作る人今増えてると思うんですけど、DTM みたいなこうシンセたくさん高いお金買って機材買って曲作るっていうのも楽しいんですけど、音響プログラミングっていう世界がありまして、今見てもらってるようにパソコンの中でコードをつないで音を出したり音を録音したり録音した音にエフェクトかけたりっていうのと、こういう本当にプログラミング言語みたいにテキストで書いた音をもう僕は再生するだけで自動的に書いたアルゴリズムで曲がずっと流れるとか、そういう楽しみ方をしてまして、でこの電子音楽っていうのは元をたどると1950年代とかにドイツのシュトックハウゼンだったかなとかいう人が放送局にある時報とかピーとかポーとかいう発信機のこの機械を使ってピョ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 プープーとかそういう音楽を作ってたのが始まりだったんですけど、でその頃まだサンプリングとかそういうのはなくて、でサンプリングミュージックっていうのはなんか具体的な具体で具体音楽っていう違うジャンルだったんですけど、今や融合してテレビみたいにオシレーターの入った音をシンセみたいに鳴らすのも電子音楽だし、こうやって録音して自分の声を加工したりなんかの楽器を加工したりして出すっていうのも電子音楽として、融合してます。で1970その50年代の同じ頃にフランスのイルカムっていう国がお金を出してる電子音楽研究所があるんですけど、でフランスすごいなと思うのはそこで国家事業として電子音楽を研究してるっていう。でそこにいたマックス・マシューズっていう人がこのなんかボックスをつないで音を作れるのを作ったソフトを作った人で、今でも細々とこの人の作ったソフトが使われてたり、最近だと市販のソフトでエイブルトンライブっていうのがあるんですけど、それに付属する Max4 ライブとかこういうのでプラグイン作ったりとかの無料版です。それ Max っていう違うソフトがあるんですけど、ほとんど同じような機能で無料版の Pure Data っていうソフトの紹介と、このテキストベースのスーパーコライダーっていうこの2つの音を聞いてもらおうかなという紹介です。で僕も全然慣れてないんですけど、これシンクパッドの5年落ちの 2,3 万のパソコンで、そうなんだ。はい。で OS も Windows 消して Linux の Ubuntu っていうのを入れて、でそれも無料なんですよ。でこのシンセは梅草で買った1万円ぐらいのおもちゃのシンセ、8,000円ぐらいちょっとあとこれはチベットのテープ入ってるなチベットのシンギングボールとかいうそのスピリチュアルアイテムを Amazon で買いましたね、今ね。多分直輸入してくれてる。何でもいいんですけど、こういう音をおもちゃみたいな音を録音してちょっと思ってたのと違う音にしてみようかなというのをやるのと、テキストベースの音はどんな音が鳴るのか、普通の市販のシンセとどう違うのかっていうのをちょっと聞いてもらおうかなと思います。でちょっとじゃあテキストベースの音の方から流してみます。もうこれもうあれ研究会なんでもう口喋りながらでいいんですよ聞いてくださいとかじゃなくていいですよねいいですよね。これ今この6行目から29行目までのなんかいろんなテキスト書いてますけど、これがシンセですね。だからこれでシンセを実行すると今
シンセサイザーを作ったっていうことになって、でここの31行目の1行、これを再生すると上に書いてある通りに再生するという。でどんな音が鳴るかというと、これも楽譜書いてるんですけど書いてるんですけど、もう実行するだけでちょっとランダムな感じも含まれて、ずーっとなんか違う感じが、似ているけど違う感じが流れてる。でなんかこういうなんか70年代後半にみんなさん多分知ってると思いますけど、なんかアンビエントっていうのがブライアン・イーノっていう人が作って、音楽じゃないけどノイズでもない、なんかその環境のための音楽、なんかもう聞き流せ、なんか鳴ってたみたいななんか溶けすぎて鳴ってたか鳴ってなかったか分かんないみたいな、ただ環境をこういうほわんとした空気にしてくれるミュージック・フォー・エアポートっていうなんか空港のための音楽をまずブライアン・イーノが作って、でそれも、まあ、ループ、美咲さんの作ってたテープループみたいな、なんかゆっくりいろんな音が時間が流れてる曲で、そういうなんかこの間今持ってきたスーパークライドのコードもなんか今月京都で写真家の展示会があって、それの音楽を提供したやつを持ってきたんですけど、なんか展示会でなんか鳴ってんなみたいな音楽に、市販のシンセでたくさん鳴らすよりもなんか静かで澄んでて、なんかいろんなちょっとずつ変化してるし、でも僕はもうネットをしてるだけなんだことができます。止めるのも一行。再生する、エンターすると止まる。そういうアンビエントっていうか、なんていうかわかんないですけど、こういう感じの音楽が好きで、一通り展示で使った音楽なんですけど、ランダムな音楽って感じがします。こんな静かな感じとか。普通のシンセっぽい音も。
これはその中でオシレーターをサイン波を作ってサイン波を加工してるなんか計算式だけで作ってるサンプリングしてない音です。でもなんかこう市販の音楽にはないけどなんか可愛いみたいななんか可愛い曲じゃないけどミュージックじゃないけどなんか可愛いみたいな音が作れるとかですよね。その放送性とかをコードで書いていくみたいなことがなったりとか音色とか。あ、そうですね。なんかそうなんか例えばこういうちょっと見にくいですけど44545859っていうのはまあドミソドみたいななんかこう44がドでみたいなでこの4つの音を5つの音を同時に鳴らした後に次の5つの音を37から始まる5つの音を同時に鳴らして次ここ行って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 っていうコード進行ですね。コード進行コード進行として書くのと同時にコード進行ですらなくてなんかこの5つの音からランダムに鳴らせるずっとみたいなこともできる進行せずにっていうちょっと止めますこれも新しいシンセをで再生多分今鳴ってるのは最初のコード進行のコードでこれはコード進行鳴らしてるだけですけどちょっとずついろんな長さとか音の強さとかをランダムにしてたりしてちょっといつ再生してもちょっと違うことが流れる感じでちょっと展示も作らせてもらったりとかしています。これが1個目ですこれが1個目なんだで2個目タイムはいつですか？はいそれって今のスーパーコライダーって、はいなんか音を鳴らすところってブロックとかあるんですかね。この単位の、ブロックを再生してくださいとかそんなあ感じで。そうですねはい全部でこう上からバーっていくって感じじゃなくて。上からその並べたところが上から順に行くんですけど、はい、 10行あったら1列目から2列目3列目っていくんですけど1行だったらずっとその中の次に行かずに決めた音の中だけでずっと行くって感じです。最後でもう一個、それとは違うピュアデータっていうこういうボックスを重ねてつないで作る曲っていうか音とかあるんですけど例えばこれはそのピッチっていうところなんか左のあれね。64点とか58点とかでなんかこう音の数字ヘルツが出るとかでこういうのを取って僕の声とかこういうカンカン鳴らすおもちゃとかじゃなく誰かハープとか琴とか、まあ、トランペットとか笛とかの人がプロの方がいてで傍らに立ってるパソコン持ってるおじさんがいてでなんか撮ってるとその演奏者の音をでその演奏者の音をここに録音して演奏者にプラスするなんかこう面白いエフェクトとか
さっきみたいにあらかじめシンセを作っておくとかじゃなくて、演奏者の音だけでそれを加工した音だけで曲の演奏するっていうスタイルがありまして、それがなんかライブエレクトロニクスって呼ばれてるんですけど、まあ、最近何があるって言われたら分かんない分かんないんですけど、演奏者の音だけで曲を作るっていうサンプリングの一種ですねをちょっとやってみたいと思います。これはどこに入れたっけ、エレクサさんの買ったおもちゃのキーボードの音を使ってどう変わるかっていうのをやってみます。おもちゃの音ですよね。これをなんかもう線だらけになっちゃうんですよね、コードと違って。これはいわゆるスパゲッティコードってやつですよね。いやいや、もうこうなっちゃうんですよ。すいませんっていう感じで。ちょっとどんな音になるかちょっと撮ってみます、ね。これをどうやるんだっけ、なんか何がなるのか分かんない。これかな。なるかな。なってない。なんないです。動いてない。立ち上げ直します。すいません。と思います。録音した音なんですけど、グラニュラーシンセシスっていう方法で録音した音って10秒ぐらい取ってるんですけど、それをもう 0.0000001 秒のこの粒の音の粒の状態まで細かくしてそれを繰り返し再生するっていう手法で、さっきのテープループみたいになんか速度を落とすと音程の差があって「おー」って音が低くなりますね。遅いと。で高いとなんか「うるー」って高い音になりますけど、なんか粒で扱うと音程そのままでゆっくりにできたり、
それこそ音程そのままで音を止めたようなぐらいその超スロー再生、1秒取ったものが1時間伸ばす、そういうストレッチ的な処理ができるんですけど、そうするとなんていうんですか、ドローンミュージック的なずーっと同じ音が鳴ってるアンビエント音楽みたいな音にこのおもちゃのシンセをしてみよう、この音だけしか使ってないんですけど、この音の加工でどこまでいけるかっていうのをやってます。池田良司的な音になってる。ちょっと展示っぽくしてみたりなんか現代アートの展示してみたり。以上になります。あとコンピューターミュージックの感情。いつか講座開いてください。
ありがとうございます。よろしくお願いします。ちゃんとお金払いますんで、どっか場所とか面白いです。面白いです。コワーキングスペースとコワーキングスペース専門的なものはそうですね。これも今入ってる。あ、信号機。まあ、中でリバーブかけたりするんですけど、まあ、他の楽器取って中の今のみたいな処理したり、ここで鳴らしてもまだリバーブかけてるだけです。それでやり忘れたのがリックサガっていうこれちょっと演奏したいので。ただのリバーブだね。ただリバーブです。すごい。すごい合いそうですよね。合うねありがとうございます。じゃあこういうトランペットとかをグラニューラーしたりとか。そうですそうです。いろんな普通の演奏者の音を取りたいなと思って。これパソコンの人っていうことで後ろで何かやってる人としてみんなの太鼓だったりラッパだったりテレビになったり今できませんか。今できるかな。できるでしょ。乗り込めるかな。ちょっとやってみますか。うん